こんにちは。今回私は山口県の萩市に旅行に行ってきました。萩市は昔ながらの景観が残る街並みがとても有名で、私も実際散策してみてとても良い場所だと思いましたので、見に行った場所を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。まず萩市の場所です。萩市は西日本山口県の日本海側にあります。そんな萩市の中で、私は今回萩城跡静木公園から行ってきました。萩城跡の近くには無料の駐車場があります。私はレンタカーを借りたのでここに車を止めていきましたが、萩駅前からバスが出ていますので、そのバスで近くまで行くこともできます。このお城の築城主は毛利輝元です。駐車場からお城の入り口までに向かう道中には窯元さんがあります。萩市は萩焼きという焼き物が有名で、ここだけではなく他の観光する場所でも萩焼きを扱っているお店をたくさん見ます。萩城は1604年に毛利輝元氏が静木山山麓に築城したことから別名静木城とも呼ばれています。本丸には高さ8間 14.4 メートルの5層の天守がありましたが、1874年に天守などの建物は全て解体され、現在は石垣と堀の一部が昔の姿をとどめ、ここ一帯は国の史跡に指定されています。もともと天守があったこの場所は現在は礎石と台座のみを残しています。そしてこの天守跡を中心に土塁が内堀に沿って連なり、櫓台座跡を見ることができます。これは何でしょうか。何か水を流すような水路みたいに見えますけど、わかりませんでした。この公園から静木山に登ることができます。山頂までは徒歩約20分。多分大変なのか、杖に使っていい竹が置いてありました。公園内には花の絵茶亭もあります。ここは13代藩主の毛利高親氏が家臣たちと治世を論じた茶室となっています。もともとは別邸内に作った茶室だそうです。それがこの公園に移設されてきました。それからこの公園内には神社があります。この神社は萩藩歴代藩主が祀られている静木山神社です。静木山神社の麓にはここでしか見られない桜、緑吉野があります。萩でしか見られない特別な桜、私がいた時は咲いていなかったのですが、例年の見頃は3月中旬から下旬にこの緑吉野は咲くそうです。そんな緑吉野以外にも園内には600本のソメイヨシノがあるそうです。それからツツジも植わっているそうで、これらが咲いている時期に来るととても見応えがありそうです。このお城の後は世界遺産明治日本の産業革命遺産製鉄精工造船石炭産業の一つとして登録されています。この辺りは萩城の二の丸東門跡付近です。大きい鳥がいたんで置物かなと思って近づいたら、まさか急に飛んでびっくりしました。静木山、そしてこの石垣たち、とても綺麗なお城の跡を見ることができました。無料の駐車場前にはお城に入った時の入場券とセット券で入れる長屋があります。この長屋の中にはお城のジオラマとか昔の地図が飾ってあります。ジオラマで昔のお城の配置などを知ることができました。また建物も昔ながらの建物で興味深く見ることができました。
萩城跡の近くからは萩八景遊覧船の乗り場があります。川や海から萩の街並み、そして雫城とか石垣を見ることができます。私、普段は船酔いがひどいので、こういった船にはあまり乗ってこなかったのですが、街並みをどうしても楽しみたかったので、今回は乗ることにしました。ちなみに船酔いすごい私でも全然酔うことなく楽しむことができました。遊覧船で船頭さんがこの場所はどういった場所だよっていうのを紹介してくれます。ホームページにも書いてありますが、釣りバカ日誌の撮影の場所にロケ地になっていたりとか、白壁が萩で一番長い白壁とか、有名な方が生まれた家、育った家、それから生活していた家などの建物の話、あとは最近の萩のこのエリアでどんなイベントが行われているよとか、そういったことも教えてくれました。あとは船頭さんなんで、やっぱり船歌を歌うんですね。で、私普段船には乗らないので、あまりこういった船歌っていうのを耳にする機会がないのですが、船に乗っていてとても味があっていいと思いました。伝統的な歌とかそういったものはこれからも残していってほしいなぁとも思いました。この遊覧船は川だけじゃなくて海にも出ます。海に出て見る場所は萩の沖にある島、それからこの萩城の石垣を見ます。この石垣がとても有名です。この石垣にはところどころに櫓を置き、涙腺を折り曲げる屏風折れとか横や歪みで射撃面を増やして防備を固めています。そんな石垣です。海の色も綺麗で、とても楽しく遊覧船に乗ることができました。萩には堀内地区重要伝統的建造物群保存地区があります。場所としては外堀があって、その外堀よりも西側のエリアがあります。今回そこの辺りを私は散策しました。Google マップで歩く時間を見ると40分くらいですが、ここでいろいろ見ながら歩いてるとだいたい2時間くらいかかります。まず私が来たのは朽葉家の住宅です。かつての萩藩の上級武家屋敷です。で、国の重要文化財になっています。年代としては18世紀末から19世紀初め頃に建てられたものと言われています。国指定重要文化財となっている門、江戸藩邸の門を改良して萩に移設したものと伝えられています。これは堀内貝曲がりです。鍵という漢字を書くんですが、貝曲がりと読みます。道を直角に曲げた城下町特有の道です。一見行き止まりかと思わせるような見通しの利かない独特な道筋。戦いの際に見通しを悪くして防御をしやすくしています。この貝曲がりの特徴は高い壁、ここでは土塀ですが、それと直角に曲がる道です。堀内貝曲がりの近くには旧明倫館跡があります。藩校明倫館は萩藩5代藩主の毛利義元が1718年に創建し、全敷地は940坪ありました。で、1849年に萩城下の中央の M 階の地に移されるまでの130年間にわたって藩政を担う藩士育成のための教育が行われていました。この平安橋、萩城三の丸の3カ所の総門のうちの一つです。橋の材質は安山岩で作られています。そして構造が珍しいようです。確かに見た目も綺麗だし、あまり見たことのないような橋だと思いました。このエリアは
とても歴史が残っており、歩けば歩くほど石碑だったり、何かの歴史だったり、そういった建物がたくさん残っています。そして道がとてもまっすぐで綺麗です。江戸時代の地図が使えるというほど、ここの街並みは昔からが残されています。このエリアには萩博物館、萩町中博物館があります。この博物館で私、夏みかんソフトを食べました。とても美味しかったです。そしてこの銅像は田中義一氏です。博物館の横に飾ってあります。あとは昔ながらの電化製品が展示されていました。花の書いてあるこのジャーですかね、炊飯器。昔見たことがあるようなないようなそんなもの、それから看板関係とか、とても面白かったです。そして萩博物館から少し北に行ったところに萩城北の総門があります。この門は萩城の三の丸、いわゆる堀内と城下町を分ける門です。とても立派な門だと思いました。そしてここには旧増田家物見櫓もあります。北の総門の見張り台も兼ねた武器を収納した櫓です。北の総門からの人の出入りを見張る隠密対策としての機能がありました。この道を歩いているだけで周りが土塀だったり石でできていたりするんですけど、そういうのを見かけるととても綺麗に整備されているし、とても面白いし、しっかり保存地区として保存されているなって思いました。そして場所によってですけど、夏みかんがやっぱり萩市は有名なので植えられています。で、この土塀と夏みかん、石垣と夏みかん、この組み合わせとても綺麗です。この辺りの歴史を勉強してから行っても面白いんですが、こうやって歩いてるだけでもとても面白いです。萩市が伝統的建造物群保存地区に選定されたのは1976年の9月4日。これ日本で初めて選定された日であり、京都、山口、秋田、長野、岐阜、ここがこの日に初めて選定されました。萩市はこの時2カ所選定されています。それだけあってとても面白い街並みだとも思います。私みたいに少し歴史にかじってから歩く、それでももちろん十分楽しい街だと思いました。萩の城下町を散策します。白壁や生子壁の美しい街並みが続き、維新の志士ゆかりの地が点在しています。このエリアの観光起点となり得る明林学者や吉田松陰先生、それから松陰神社や山口県に関することは、この2つの動画にもまとめましたので、合わせてご視聴よろしくお願いします。この城下町、Google マップである程度の歩き方を追ってみると、だいたい40分くらいと書かれているのですが、ここもあれ見たりこれ見たりそれ見たりといろいろ見どこがあります。それらを見てるとだいたい2時間ぐらいこちらもかかります。で、私はそんなに深くは見ていないので、もっと真剣に見たら本当に丸1日かかるぐらいすごく見どころが多い場所でした。城下町にはこういった何気ない道が続いています。私はここをのんびり歩きながら楽しんでいたのですが、高杉晋作氏ゆかりの家があることをすっかり忘れていて、しかもここにあったんだと気づかないぐらいの場所にあったんで、皆さんここ歩くときは気をつけてください。とても有名な方の家を忘れないように。家の中などを見ることができるのですが、一般的な家屋、そんな感じがしました。ただ、現在と昔ではやっぱり違いますので、そういった意味だと結構大きい家ではないのかなと思います。高杉晋作氏は義兵隊を結成し、倒幕に奔走しました。伊藤博文氏からは、
動けば雷電のごとくと評された幕末の風雲児、高杉晋作氏は、梅の花が好きだったようです。なので、家の近くの新作広場には、梅の花が植樹されています。この菊屋横丁は、江戸時代の街並みが残る城下町を代表する道です。白壁と生子壁が特徴で、日本の道100選にも選ばれています。ここを西に歩くと田中義一氏の像があります。田中義一氏は第26代の総理大臣です。また近くには誕生の地があります。この歩いている道の左手側、西側が堀内地区となります。そしてこの門が北の総門です。ここで城下町と堀内地区を分けています。堀内地区側に行かずに城下町側を歩きます。城下町側もこの昔の壁、土塀が残っています。あとは木の電柱、明治時代からあるものかどうかはわかりませんが、久しぶりに見ました。久しぶりというよりもほぼ初めてに近いぐらいのイメージです。萩の城下町を歩いているときに、菊屋横丁、伊勢屋横丁、江戸屋横丁と3つの横丁があります。それと直角に交わるのが萩城支線と呼ばれる295号線です。今ここで歩いているのは江戸屋横丁になります。多分なんですが、菊屋横丁、伊勢屋横丁、江戸屋横丁とこの萩城支線の道、ここを歩くだけでも十分この城下町を楽しむことができます。萩の観光時間がどうしても長く取れない方は、この4カ所、4つの道を見るととても効率的に楽しめると思います。他ももちろん面白いので、もし時間があれば全部見て回るといいかもしれません。それと、萩の街並みを楽しむ、散策する、そういった時の散歩で、ガイドさんを頼めるようです。無料ではありませんが、そういったガイドさんに話を聞きながら、こういった街の建物だったり、石垣だったり、そういったことを見ながら歩くと、より楽しく旅行ができるかもしれません。萩の藩主は毛利氏です。そんな毛利氏の墓所が萩市にあります。萩の2カ所、この東光寺、そしてもう一つ大聖院に分かれて毛利氏の墓所があります。東光寺は奇数3代、5代、7代、9代、11代、そして大聖院は偶数2代、4代、6代、8代、10代、12代の藩主の墓所になっています。13代目は山口市の方にあります。今回私は東光寺に行ってきました。ここには国指定の重要文化財が4つあります。門が2つと鐘楼、それから本殿です。ここはお寺であり墓所なので、見床というよりは手を合わせに行ったとかが正しいかもしれません。ただ、あまり写真を撮っていませんが、石灯籠があり、それが有名です。日本に現存する反射炉は2つしかありません。この萩の反射炉、そして静岡県にある韮山反射炉です。萩の反射炉は世界遺産、明治日本の産業革命遺産、製鉄、精工、造船、石炭産業の構成資産の一つです。なので、世界遺産のモニュメントが置いてあります。反射炉は金属溶回炉です。欧米列強に対する危機感が高揚した時に、
旧来の大砲に代わる鉄製の洋式大砲を必要としたために作られました。記録上は1856年の試験炉としての創業されたということのみのため、これは試験炉だったという見方が有力視されています。海も見渡せるとても綺麗なところに設置してあります。世界遺産の構成資産の一つに大分山たたら製鉄遺跡があります。ここは萩市街から結構遠いです。日本在来の製鉄技術であるたたら製鉄、どういったものか、一言で言うと、もののけ姫の最初の方に出てくる木の板を踏んで不意語で空気を送ってるあれを想像してください。砂鉄を溶かして鉄を作るのですが、萩藩は恵比寿ヶ鼻造船所で初めての西洋式艦隊変身丸を建造しました。その建造にあたって船の錨や釘などの原料鉄はこの大分山のたたらから供給されました。すごい山の中にあってとても静かな場所です。ただ杉が多くて、これ花粉のシーズンに来るのはちょっと大変かもしれません。あと周りで流れていた川の水がすごい綺麗でした。あとは近くに観光センターガイドさんとかがいらっしゃるのですが、そこにマムシ注意の張り紙があったので気をつけてください。萩の海はとても綺麗です。そんな萩の海を小高い場所から見ることができます。ここは笠山という場所です。標高112メートルの山の上から周りの島とかそういったものを見ることができます。頂上まではハイキングコースもあるようですが、もちろん車で行くこともできます。私は車で行きました。そして海だけではなくて河口を見ることもできます。まだ活火山ではあるようです。頂上に登ると展望デッキがあって、2階がカフェになってます。3階は休憩所のようになっていて、そこで椅子に座って海を眺めることができます。とても綺麗な海を楽しむことができました。萩市は景観も綺麗だし歴史もすごくて、旅行していてとても面白かったです。萩市を飛び出して3日間の旅行でしたが、あっという間に時間が過ぎてしまいました。そして何よりもご飯が美味しかったです。そして萩から少し出た場所もとても面白かったです。萩市、そして山口県の旅行編は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。萩とか山口県に行ってみたくなった方は、コメント、いいねボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。